今回はオーガンジー刺繍でショートケーキモチーフを塗ってしおりに仕立てるキットを説明していきます。下書きをしていきます。キットに入っているオーガンジーが4枚重ねになっているので、そのまま図案の上に置いていきます。何個か縫える大きさなので余白を残して、今回は右上に配置して下書きをしていきます。フリクションペンの 0.7mm を使っていきます。お手元にあるフリクションで大丈夫です。シャーペンなどで代用しても大丈夫です。ペンを持つ手と反対の手でしっかり押さえて下書きをしていきます。引きずって書くとずれてしまうので、少しずつペンを動かすようにして書いていきます。フリクションペンは最後にドライヤーなどを当てて消せるのでとても便利です。はい、このような感じで下書きができました。キットに入っている厚紙を敷いて刺繍をしていきます。キットにははがきサイズぐらいの厚紙が入っているので、そちらをご使用ください。では刺繍をしていきます。まず赤い糸を使っていきます。刺繍糸は1束が6本綴りになっているので、そこから1本取って使っていきます。1本取りで縫っていきます。今回使う針は縫い針を使っていきます。刺繍針は一般的に糸を通す部分がふっくらとしているので、基本的に縫い針を使っていきます。縫い針だと刺繍糸が少し通しにくいので、糸通しなどあると便利です。玉留めなしで刺繍していきます。では縫っていきます。まずは上のイチゴの部分を縫っていきたいと思います。下書きした線を仮縫いしていきます。仮縫いっていうのは線に沿ってランニングステッチしていくような感じです。最初の一針はこんな感じで一針入れて糸端を少し残していきます。そして下書きに沿ってイチゴの形をなぞっていくようにランニングステッチしていきます。仮縫いをやることで最後にモチーフを切り取った時にほつれ防止になったり、縫う際の布のずれ防止になったりするので、この一手間を加えていきます。そして縫うのはこの厚紙の上に置いて基本的に縫っていきます。私のおすすめの方法なんですが、厚紙の上に置いて縫うと縫い幅が揃えられたり安定するので、このように縫っています。普段刺繍される方は慣れない方法で縫いにくさがあると思います。あくまでおすすめの方法なので、ご自身がやりやすい方法でやってみてください。はい、ではだいたい一周してきました。これで今仮縫いしてきた部分を巻きかがり縫いで戻っていきます。ではかがり縫いをしていきたいと思います。縫いやすい方向にオーガンジーを移動させて、今縫ってきた仮縫いを中心線にして2mm幅を意識して縫っていきます。最初の糸端が邪魔になってくると思うんですが、何針か縫い始めたら切っていきましょう。こんな感じで2mm幅で縫っていきます。厚紙の上に置いて縫うことで幅が揃いやすくなります。ですが、やっぱり刺繍って刺繍枠を使って縫うことが基本だと思うので、お
起きながら縫うのが慣れなくて難しいという方が多いと思います。なので皆さんがやりやすい方法で浮かせて縫ったり、私のように置いて縫ったり、あとはもう本当に縫いにくかったら刺繍枠にはめて縫ったりして、やりやすい方法でやってみてください。今回は厚紙の上に置いた方法でお伝えしていきます。円のような形なので、内側を詰まったイメージで縫って、外側を少し余裕を持たせて幅を作っていきます。そして形に合わせて針を斜めに入れて縫っていくと綺麗な形に仕上がっていきます。ではどんどんこのイチゴの部分をかがり縫いで縫っていきます。糸がボロボロになってきたので、新しい糸に変えていきたいと思います。まずはこの糸を糸処理していきます。この縫ってきたかがり縫いの中に針を通して糸処理をしていきます。かがり縫いは 2mm より細めですと針が入らなくなってしまうので、なるべく 2mm 幅で縫うと後々スムーズです。この部分をギリギリでカットしていきます。新しい赤い糸1本取りで続きを縫っていきます。続きはまず中心線部分に針を刺していくんですが、かがり縫いから少し離れたところに針を入れていきます。かがり縫いの左側に針を出していきます。糸端を少し残して続きを縫っていきます。今までと同じようにかがり縫いを続けていきます。何針か縫い進めたら最初の糸端を切り取ります。では最後まで縫っていきましょう。はい、ではいちごの巻きかがり縫いの部分すべて縫い終わりました。次はいちごの内側を縫っていきます。縦に3本、横に3本ステッチを入れていきます。ちょっとのステッチなんですが、これがあることでいちごっぽく見えてきます。では引き続き巻きかがり縫いで使っていた糸でそのまま縫っていきます。新しい糸に変える場合は新しい糸に変えてみてください。まず縦にステッチを入れていきたいので、縫い始めまで巻きかがり縫いの中に針を通して移動させていきます。そしたら真ん中に1回オーガンジーを少しすくってステッチを入れていきます。こんな感じでほんの少しで大丈夫です。そ
そしたらまたかがり縫いの中に針を通して次縫う位置まで針を移動させていきます。縫いやすいようにオーガンジーの向きを変えながら進めていきます。次も同じように縦にステッチを入れていきます。オーガンジーをすくう位置は真ん中ら辺であれば揃っていなくても大丈夫です。糸を移動させ3本目も入れます。今度は横にステッチを入れていきます。またかがり縫いの中に針を通して移動させていきます。イメージとしてはこんな感じで横にステッチを入れます。また同じように真ん中ら辺をすくって線を入れていきます。次のステッチを縫うので針を移動させて真ん中を少しすくってそしてまたかがり縫いの中を通して針を移動させて最後のステッチを入れていきます。少しすくってはい、これでステッチが入れられました。最後ですが、ほつれ防止のために玉留めをしていきたいと思います。なのでかがり縫いの中に針を通してしまって裏面まで針を出します。オーガンジー裏にしてここで玉留めをしていきます。小さな玉留めで大丈夫です。一巻きして玉留めをします。そしてこの玉留めをかがり縫いの中に隠していきます。隠れたらこの糸をギリギリで切り取ります。はい、これでイチゴの部分が完成です。次はまた赤い糸を使ってこのスポンジの中のイチゴの部分を縫っていきます。一本取りで玉留めなしで縫っていきます。いちごの内側部分のオーガンジーを少しすくって糸端を少し残してまた同じ部分をすくっていきます。これで糸止めができたのでここからいちごの上の部分から横にサテンステッチを入れていきます。針を縫い始めまで移動させていきます。上から縫いたいのでこの部分ここら辺に針を出してサテンステッチを入れていきます。山形なのでだんだんと糸を長く入れていくイメージです。何針か縫ったら糸端が邪魔になってくるのでギリギリで切り取ります。図案を埋めるように縫っていきましょう。次のイチゴに移る場合は図案と図案の間に針を刺して次のスタート位置まで針を出します。これで2個目のイチゴも上からサテンステッチを入れていきます。同じように上から山形にサテンステッチを入れていきます。3個目のイチゴも同じように縫っていきましょう。
全部縫い終えたので糸処理をしていきます。いちごの真ん中ぐらいに針を出していきます。そしたらこの糸と糸の間の部分でもう一度小さくすくってオーガンジーと糸を絡めていきます。これで糸が止まったのでギリギリで切り取って大丈夫です。次は上のホイップの部分を縫っていきます。白い糸1本取り、玉留めなしで縫っていきます。まずこの上に乗ってるホイップの部分はサテンステッチ。この線の部分は巻きかがり縫いで縫っていきます。ではサテンステッチの部分から縫っていきます。先ほどのいちごと同様に図案の中に糸を留めていきます。糸が止まったら今度は奥の方に針を移動させて正面から見た時に縦にサテンステッチが入るように縫っていきます。図案に沿って糸の長さを変えサテンステッチで埋めていきます。何針か縫ったら糸端切って大丈夫です。最後まで縫っていきましょう。縫い終わったらもう片方のホイップの部分もそのままこの糸で縫っていきたいので今縫ったステッチの部分といちごのかがり縫いの部分に針を通して移動させていきます。針を移動させたらこちらも同じようにサテンステッチを入れていきます。最後まで縫えたら糸処理をしていきます。かがり縫いの時と同じようにステッチの中に通して糸を絡めていきます。ほつれるのが怖いので長めに針を通していきます。裏面に糸が出ないように気をつけましょう。そしたら糸をギリギリで切ってしまいます。次はホイップのかがり縫いです。また玉留めなしで1本取りです。最初ここを仮縫いしてそしたら巻きかがり縫いで戻っていくという順番にやっていきます。それでは仮縫いです。糸端を少し残して図案の線に沿ってランニングステッチを入れていきます。
ここまで縫ったら今度は仮縫いの部分を中心線にして巻きかがり縫いをしていきます。この角の部分はかなり尖っていてかがり縫いしにくいので、ある程度かがり縫いを進めたら下側の線も一緒にかがり縫いでまとめて縫っていくという感じで縫い進めていきます。最初はこの1本の線を中心線にしてかがり縫いを何針か進めていきます。3針ぐらい進めたら針縫いの線2本すくんで一緒に巻きかがり縫いを入れていきます。V 字なのでだんだん角に行くにつれて縫い幅が短くなるようにしていきます。角のギリギリまで縫っていきます。角もやはり 2mm 幅ぐらいの幅感がいいかと思います。ギリギリまで縫ったら今度は続きを縫っていきたいのでかがり縫いの中に針を通して移動していきます。針を移動させたらこのまま直線上に巻きかがり縫いをしていきます。だんだん糸がくるくるとして縫いにくくなってくるので針を動かして糸を撫でて向きを元に戻していきます。糸がもろくなってきたので糸がえをします。皆さんも適宜糸がえをしながら縫い進めてください。かがり縫いの中に針を通して糸処理をします。ギリギリで切り取ります。新しい糸に変えて巻きかがり縫いから少し離れたところ中心線から針を入れかがり縫いの続き左側に針を入れて糸端を残して
かがり縫いの続きをこのまま縫っていきます。これで糸がえは終わりです。では最後まで縫っていきましょう。糸端邪魔なので切っちゃいます。また角の近くまで来ました。角の近くまで来たら仮縫い線2本一緒にすくって巻きかがり縫いを入れていきます。角の先ギリギリまで縫っていきます。角の端っこになるにつれて縫い幅を短くするように縫ってみてください。角の端まで縫ったらまた針をかがり縫いの中に通して移動させていきます。最後までかがり縫いを入れていきます。そうですね。かがり縫いが終わったので糸の処理をします。このかがり縫いの中に針を通して糸処理をし、この糸を切り取っていきます。次はスポンジ部分を巻きかがり縫いで縫っていきます。間にクリーム部分があるのでこの部分は飛ばして縫っていきます。今度はベージュの糸を1本取りで玉留めなしで使っていきます。そしたらまたスポンジ部分の線を仮縫いしていきます。縫いやすい方向にオーガンジーを動かし、間のクリーム部分も一緒に仮縫いしていきます。仮縫いができたら今縫ってきた部分を中心線にしてまたかがり縫いで戻っていきます。このクリームの部分は縫わずに飛ばしていきます。縫い幅は今までと同じように 2mm 幅の間隔で縫っていきます。クリームの部分に来ました。ここを飛ばして縫いたいので針を中心線一すくいすくって次のスタート位置に針を移動させていきます。また引き続き巻きかがり縫いを縫っていきます。一番尖った角の部分は針を入れる長さを少し長めに入れるとより角の部分がきれいに出てきます。ここからは直線です。
引き続き巻きかがり縫いを頑張ってください。直線部分ずっと巻きかがり縫いを縫ってきました。そして2個目の角の部分も縫い終わりました。ここはまたクリーム部分なので飛ばして縫っていきます。中心線を一すくいして続きの部分に針を出していきます。そしてまたかがり縫いを引き続きしていきます。スポンジ部分が縫い終わりました。縫い終わりはかがり縫いの中に針を通し糸処理をしていきます。ギリギリで糸をカットしスポンジ部分の完成です。次は最後、間にあるクリーム部分を縫います。白の糸1本取りで玉留めなしで使っていきます。縫いやすいようにオーガンジーの向きを変えます。縫い始めの糸止めを図案の中の端っこの部分でやっていきます。ほんの少しすくって糸端を残し、また同じ部分をすくい、このような感じで糸を止めていきます。そしたらこの針をスタート位置まで移動させていきます。ここがスタートになります。スポンジのかがり縫いの一番端っこの部分に合わせて縫い始めていきます。縫い方としては大きめのかがり縫いだったりサテンステッチみたいな感じで縫っていきます。この図案の幅で正面から見た時に縦に糸が入っているように縫っていきます。この幅を縫いながらいちごの内側に白い糸を隠して縫っていくっていう少し難しい縫い方で進めていきます。それではどんどん縫っていきましょう。最初はこの図案の幅に合わせてサテンステッチをどんどん入れていきます。ここら辺で最初の糸端を切り取っていきます。いちごの手前まで縫っていきましょう。いちごの手前までサテンステッチをしたら、次はいちごの部分に白い糸を隠すように縫っていきます。こんな感じで間に針を通していきます。そして今までと同じように後ろまで針を刺してサテンステッチを入れていく。また表になったらいちごの部分に針を隠して通していく。このような感じで間に針を通していきます。これを繰り返していきます。こうすることで裏面は白い糸でいちごが隠れるようになります。ではこんな感じでどんどん縫っていきましょう。縫っていく中で糸がどんどんボロボロになったりするので、糸がいは適宜やっていきましょう。いちごといちごの間は普通にサテンステッチを入れていきます。
最後まで縫い続けてみましょう。縫い終わりはスポンジ部分の巻きかがりの端っこまで縫っていきます。端っこギリギリまで縫っていきます。糸処理は今までと同じように縫ってきた部分に針を通して糸をカットして縫い終わりです。はい、これで刺繍部分は終わりました。次はほつれ止め筆ペンを使って刺繍を補強していきます。これはオンラインストアでも販売していますし、お近くの手芸店でも取り扱っているので、ご興味あったら探してみてください。縫った糸の部分に表面からで大丈夫なので、液を染み込ませていきます。あまりつけすぎるとベタベタになって乾きづらいので、ほどほどに塗っていきましょう。ほつれ止め液が乾いたら、縫ったモチーフを切り取りしていきます。お手持ちの糸切りばさみで大丈夫です。まず大まかに切り取りをしていきます。そしてモチーフギリギリで切り取りをしていきます。なるべく糸を切らないようにゆっくり気をつけながら切り取っていきましょう。もしかがり縫いの幅が揃ってなくて切り取りにくい場合は、オーガンジーを少し残して切り取っていきましょう。モチーフが切り取れました。次です。キットに入っているようじを使ってパーツをつける穴を開けていきます。このイチゴの部分の隙間に穴を開けていきましょう。一旦ようじを刺したら、くるくるくるっと回しながら押していきます。気をつけて開けていきましょう。このような感じで穴を開けます。丸カン、Dカン、リボンはキットに入っています。ご用意していただくのは平やっとこ2本あると便利です。まず平やっとこで丸カンを開けていきます。開けた丸カンの中に D カンを通していきます。そしてショートケーキのモチーフも通していきます。モチーフは引っかかりやすいので表面から通していきます。すべて通したら丸カンをしっかりと締めていきます。そうしたら最後にリボンをつけていきます。リボンなんですが、上面同士を合わせます。今持っている手を折り返しの方まで動かして、この折り返し部分を裏面にします。これをモチーフの表面から D カンに通していきます。折り返し部分にリボンの端を通します。これを引っ張ったら完成です。D カンの平たい部分が上向きになるようにしてみてください。いかがでしたでしょうか？ぜひ最後まで挑戦してみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。